最近の日本の物価は特に食品やエネルギー価格が上昇しており、生活費が高くなっています。円安や輸入コストの増加が影響しており、消費者にとっての負担が増加しています。また消費税の影響や公共料金の上昇も物価高を押し上げる要因となっています。全体的に日常的な生活費が上がっているため、家計への圧迫感が強まっています。一方で世界各国の物価は経済状況や地域の特性によって大きく異なります。生活費や日用品、食費、住宅費などのコストは国や都市によって異なり、旅行者や移住を考える人々にとって重要な要素となります。この記事では各国の物価事情を比較し、2024年現在物価が安いとされる国のランキングトップ5を紹介します。訪れる目的や比較する物価の要素。食費、家賃、交通費によって異なることがありますが、一般的に以下の国々が物価が安いとされています。第5位、エチオピア。エチオピアはアフリカ大陸の中でも物価が比較的安い国として知られています。食費、エチオピアの地元のレストランでの食事は非常に手頃な価格です。ローカルフードであるインジェラ発酵させたパンやシチューなどは1食あたり約5万100エチオピアブル約15万300円で楽しめます。市場やスーパーマーケットでの食材も非常に安価です。野菜や穀物は豊富で、食料品にかかるコストは他の多くの国と比べると低いです。ただし輸入品や高級品は比較的高価になることがあります。家賃、都市部アディスアベバのような大都市では家賃がやや高いエリアもありますが、それでも欧米やアジアの主要都市と比べると非常に安価です。市内の1ベッドルームのアパートメントは月に約5000から1万5000円、エチオピアブル約1万5000から4万5000円で借りられます。地方都市や郊外ではさらに家賃が安くなり、月に2000から5000エチオピアブル約6000から1万5000円程度です。ピアの公共交通機関、特にバスやミニバスは非常に安価です。都市内での移動は5から10エチオピアブル約15から30円程度で済みます。都市間の長距離移動でも非常にリーズナブルな価格で利用できます。タクシーの利用も安価で、初乗り料金が約50エチオピアブル約150円程度です。生活用品、エチオピアでは日用品や衣類なども比較的安価です。地元で生産された商品は特にコストが低く、日常生活に必要な品々を手頃な価格で揃えることができます。インフラと生活の質、エチオピアは経済成長を遂げていますが、インフラ整備はまだ発展途上の部分も多く、特に地方では電力供給やインターネット接続に制約がある場合があります。しかしこれらの制約が物価の安さに反映されているとも言えます。教育費と医療費、公立学校や病院の費用は非常に低いですが、国際的な水準のサービスを提供する私立学校や病院では費用が高くなる傾向があります。第4位、ネパール。ネパールは旅行者や長期滞在者にとって非常にコストパフォーマンスの高い国として知られています。食費、ネパールではローカルな食事は非常に安価です。ダルバート米とレンズ豆のスープや桃餃子の一種などの伝統料理は1食50から300ネパールルピー約50から300円程度で楽しめます。観光客向けのレストランやカフェでも食事は比較的安価です。市場での生鮮食品や食材の価格も低く、特に野菜や米、豆類は非常に手頃な価格で購入できます。輸入品や特別な商品を除けば日常的な食材費は抑えられます。家賃、主要都市であるカトマンズやポカラでは家賃が上昇しているエリアもありますが、それでも他国と比べると非常に安価です。シンプルな1ベッドルームのアパートメントは月に5000から2万ネパールルピー約5000から2万円で借りることができます。地方や郊外ではさらに家賃が安くなり、月に2000から5000ネパールルピー約2000から5000円で家を借りることも可能です。交通費ではバスやマイクロバスといった公共交通機関が広く利用されています。都市内の移動は1050ネパールルピー約10から50円程度で済みます。長距離バスもリーズナブルな価格で利用できます。タクシー料金も比較的安価です。都市内の短距離移動は100から500ネパールルピー約100から500円程度で利用できます。生活用品、日用品や衣類も非常に手頃な価格で手に入ります。特に地元で生産された製品は安価で品質も適度です。輸入品やブランド品はやや高めですが、
それでも世界の他の地域と比べると安い場合が多いです。インフラと生活の質。ネパールのインフラは都市部と地方で大きな差があります。カトマンズやポカラでは電力供給やインターネット接続が安定しているエリアも増えていますが、地方ではまだ発展途上の部分があります。しかしその訳、生活費が抑えられています。医療費と教育費。公立の医療機関や学校は非常に安価ですが、サービスの質は地域によって異なります。私立の医療機関やインターナショナルスクールは高価ですが、それでも欧米と比べるとかなり安価です。観光費用。ネパールはトレッキングや観光で有名であり、観光関連のサービスも比較的安価です。宿泊施設やガイドの費用もリーズナブルで、バックパッカーから高級旅行者まで幅広いニーズに対応しています。第3位、ベトナム。ベトナムは東南アジアの中でも物価が比較的安い国として広く知られています。特に生活費や旅行費が抑えられるため、旅行者や移住者にとって非常に魅力的な国です。食費。ベトナムでは地元の食事が非常に安価です。フォーやバインミーサンドイッチなどのローカルフードは1食あたり約2万から5万ベトナムドン約100から300円で楽しめます。観光客向けのレストランでも1食あたり10万から30万ベトナムドン約500から1500円で比較的リーズナブルです。市場やスーパーで購入する生鮮食品や食材も非常に安価です。特に野菜や果物、魚介類などは豊富で手頃な価格で購入できます。輸入品はやや高価になることがありますが、それでも多くの他国と比べると安価です。家賃。ホーチミンやハノイなどの主要都市では家賃が高めのエリアもありますが、それでも世界の大都市と比較すると非常に安価です。シンプルな1ベッドルームのアパートメントは月に500万から1500万ベトナムドン約2万5000から7万5000円で借りることができます。高級エリアやサービスアパートメントではさらに高額になることもあります。地方都市や郊外ではさらに家賃が安くなり、月に200万から500万ベトナムドン約1万から2万5000円で家を借りることができます。交通費。ベトナムのバスやタクシーは非常に安価です。都市内のバスは1回の乗車で約7000から1万ベトナムドン約35から50円程度です。タクシーも安価で、初乗り料金は約1万から1万5000ベトナムドン約50から75円です。ベトナムではバイクタクシーグラブバイクが非常に一般的で、短距離移動に便利です。料金は距離によりますが、一般的に非常に安価です。生活用品。日用品や衣類も非常に手頃な価格で購入できます。地元で生産された製品や市場での購入品は特に安価です。ブランド品や輸入品はやや高価ですが、それでも他国と比較するとリーズナブルです。インフラと生活の質。ベトナムは経済発展が著しく、都市部ではインフラが整備されつつあります。電力供給やインターネット接続は特にホーチミンやハノイなどの都市部で安定しています。地方ではまだ発展途上の部分もありますが、その分生活費が抑えられています。医療費と教育費。公立の医療機関や学校は非常に安価ですが、サービスの質は地域によって異なります。私立の医療機関やインターナショナルスクールは高額ですが、それでも欧米と比べるとかなり安価です。観光費用。ベトナムは観光地が多く、観光費用も比較的安価です。宿泊施設や観光地の入場料もリーズナブルで、長期滞在にも適しています。ホーチミンやハノイの主要観光地でも観光関連の費用は低く抑えられています。第2位、パキスタン。パキスタンは南アジアに位置する国で、物価が比較的安いことで知られています。特に食費や家賃、交通費などが非常に安く、旅行者や移住者にとっても魅力的な国です。食費。パキスタンではローカルフードが非常に安価です。例えばビリヤニやカレーなどの伝統料理は1食あたり約200から500パキスタンルピー約100から300円で楽しむことができます。高級レストランや外国料理を提供するレストランではもう少し高額になることがありますが、それでも比較的リーズナブルです。市場やスーパーマーケットでの食材も非常に手頃な価格です。野菜、肉、豆類などの基本的な食材は安価で、家庭での食費を抑えることができます。特に地元で生産された食材は輸入品と比べて非常に安価です。家賃。カラチやラホール、イスラマバードといった主要都市では家賃はエリアによって異なりますが、
れでも多くの国際都市と比べると非常に安価です。例えば1ベッドルームのアパートは月に2万から5万パキスタンルピー、約1万2000から3万円で借りることができます。高級住宅エリアやサービスアパートメントではさらに高額になることもあります。地方都市や郊外では家賃がさらに安くなり、月に1万から2万パキスタンルピー、約6000から1万2000円で家を借りることが可能です。交通費、パキスタンの公共交通機関は非常に安価です。都市内のバスやミニバスは1回の乗車で20から50パキスタンルピー、約10から30円程度で利用できます。長距離バスや鉄道もリーズナブルな価格で提供されています。タクシーリキシャー、タクシーやリキシャー、オートリキシャーは都市部での移動に便利で料金も安価です。初乗り料金は約100から200パキスタンルピー、約60から120円です。生活用品、日用品や衣類も非常に手頃な価格で購入できます。地元で生産された製品や市場で販売されているものは特に安価で、基本的な生活必需品は低コストで揃えられます。輸入品や高級ブランド品はやや高価になることがありますが、それでも他国と比べるとリーズナブルです。インフラと生活の質、パキスタンでは都市部と地方でインフラの発展度合いに差があります。都市部では電力供給やインターネット接続が比較的安定しており、生活の質も向上しています。しかし地方や郊外ではインフラがまだ発展途上であるため、生活の質が異なることがあります。医療費と教育費、公立の医療機関や学校は非常に安価ですが、サービスの質には差があります。私立の医療機関やインターナショナルスクールはより高い質のサービスを提供していますが、それでも他国と比べると安価です。観光費用、パキスタンは観光地が多く、観光関連の費用も比較的安価です。宿泊施設や観光地の入場料もリーズナブルで、バックパッカーから高級旅行者まで幅広いニーズに対応しています。第1、インドは世界の中でも物価が非常に安い国として知られています。食費、レストラン、一般的な地元のレストランや屋台での食事は非常に安価です。簡単な食事であれば1食50から200インドルピー、約80から300円程度です。食材、スーパーマーケットや地元の市場で販売されている食材も非常に安価です。米や野菜、豆類などの基本的な食材は非常に手頃な価格で手に入ります。家賃、デリーやムンバイなどの大都市では中心地での家賃はやや高いですが、それでも他の多くの国と比べると安価です。1ベッドルームのアパートは月に1万から3万インドルピー、約1万5000から4万5000円程度です。小規模な都市や郊外ではさらに家賃が安く、月に5000から1万インドルピー、約7500から1万5000円で借りられることもあります。交通費、列車の運賃は非常に安価で、都市間の長距離移動も安く済みます。例えば都市内のバスの運賃は10から50インドルピー、約15から75円程度です。短距離の移動にリクシャーやタクシーを利用することも多く、これらも比較的安価です。リクシャーの初乗り運賃は20から50インドルピー、約30から75円程度です。娯楽費、映画鑑賞や観光地への入場料も安価です。映画館でのチケットは50から300インドルピー、約75から450円程度。観光地の入場料も多くの場合100インドルピー、約150円前後です。生活用品、衣類や日用品も手頃な価格で手に入ります。特に地元の市場で販売されている衣類は品質によりますが非常に安価です。インターネット、通信費、インドではモバイルデータ通信の料金が非常に安いです。例えば毎月数百円で大量のデータ通信が可能なプランが提供されています。いかがだったでしょうか。今回の内容で物価が安い国について少しでもお役に立てたなら嬉しいです。今後も皆さんの役に立つ情報をお届けしていきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。